治療することの理由、親が言ったから周りが言ったから自分で決めて病院に行ったらそういうふうに義務された、あるいはこうされられた、だから不都合あったわけ、いや別になかったんですけどっていう、それちょっと違いますよね。野村先生どう思います？全くその通りですよね。そうですよね。見方が違うんですよね。その人を見てなければそうなりますよね。なりますよね。自分の相撲で言ってるだけで私はワークショップでやる前には何のためにしたのかってちゃんと聞いてますよね。でなんで治療してほしいのか、その理由はって聞いてますよ。そして今まで医療機関でいろいろ受けたということがやっぱりベースであることですよ。あって良くならないか、良くならないということで、じゃあということでやりだす。あんまり今までそういうのを受けたこともないんですけど、自分はあんまり症状もないんですけど、じゃあ後ろに座ってくれます？もう前に座らない、後ろにいてほしいですよね、そんな人は。ってやる必要ないわけですから、そういう人が医療機関に来るからって余計なことしちゃうわけでしょ。だからそういうのもあると思うんですよ。だからそういうふうにこれが正常だということを言っちゃうから、それに振り回される人も出てくると。その人が自分で思ってるあっちが痛いこっちが痛いつらいはそういう教育を受けたから、教育を受けると湾曲がひどいと、これは直さなきゃいけない、これは異常だと言われてるものを聞いてるから、だから自分は悪いんだと思ってる、脳が悪い、自分が悪いと思ってるから、だからそれが本来の自分だとなればそれは苦にならないのに、自分が異常だと思う、異常だというふうに捉えることだけでもうあっちがつらいこっちがつらいが起こってしまう。ワークショップでそういう人いますよ。でもそれがあなたの本来の状態ですよ。それがもともとのあなたで、それがあなたなんですというと、なんか良くなったみたい、結構いいんですよ。じゃあ今それは何かというと、痛みがなくなったんじゃなくて行き違いだった。今行き違いしていることで、これがつらいあれがつらいこれがもうって言ってたのが、自分は行き違いがだったり、これは苦にならない、もう訴える材料にならない、これをいかに上げてあげるかですよ。やる側は何やるかというと、人生はもっとあなたが言ってるような損じゃなくて、もっと豊かでもっと楽しくて面白くて価値があって意味があって、そういうもんなんだと。そんな時間があなたの場合に70年80年今からだったら30年40年あるんだと。それをどう生きるのかということが一番大事であって、その病気で振り回されることじゃないですよ。それはあなたは本来はそういうことに振り回されるあなたじゃなくて、もっとあなたはこういう、私はもともとそういうものを持ってて、あっちがこうでこっちがこうでこうあることが私はもう自分にとっては当たり前の自然、それがあることでバランス、それがないと不安にはならなくてもおかしくなる。そういうもの、そういう人間がいるということにおいて、あなたがそういうものを持ってた、それが教育を受ける中でそれが異常だというふうにどっかいつか入っちゃって、それであなたがスイッチ入るとそれが異常だということで、あちこち辛いところを脳で自分が探し出した。だからいろいろ訴える。そうじゃなくて本来はもっとこうなんだと。それがあなたの脳の情報を読んだ時にそういうことが出てるという話をしていくと、マインドトーキングもそうですよ。そういう話していくと、かなりの部分が症状がだいぶなくなりました、良くなりましたっていうんですよ。そんな治療してるわけじゃないですよ。でかなりひどければいろんな治療してもなかなか良くならないのが、それがかなり軽くなるとそんなに大変な治療しなくたってそれで良くなるんですよ。ここまで軽いだけにそんな大げさなことやらなくたって良くなる。ここまで低いとかなり大げさなことをしないと良くならないものが、だからこれを引き上げることですよ。それをたくさんの人を相手にして同時に引き上げる、それは可能ですよ。もっともっと広い何十万年何百万年というそんな歴史の中、そしてこれからのことも含めてそんなことの中で自分というものをやっぱり考えていくことをすると、行き違いが上がってくる。今まで自分だけが詰まって考えて、あっちが痛くつらい、自分だけがひどい目になってる不安と不満が病気を作っていくわけですから、もうそんな不安と不満が解消すると行き違いが上がる。そうすると症状がなくなってしまう。その段階でポンとなくなってしまう。それが 1234567888123456788%、いろんな病気の、そしてそれぞれの病気の 88% がそれでなくなるということですから、いろんな病気に対していろんな手を加えるんじゃなくて、それを相手に分かるように話をしていくだけでもそれだけ効果があるわけですから。